こんにちは、よもぎ屋の中村です。よろしくお願いします。このチャンネルでは、大工の、基本が学べるをテーマにしておりまして、のみのこかんなの使い方や、刻みや墨付けの、詳しい内容をですね解説したいと思っています。よろしくお願いします。今日は、研ぎ物の続きですね。この表のしのぎ面を削る、研ぐところを、解説していきたいと思います。まずですね、ここの角度、研ぐここの角度は30度になります。で、こういうふうにですね、極端に言うとこういうふうに丸く研いじゃうのは、良くない研ぎ方になります。で、こういう丸い刃になるというのは、原因は2つあります。で、それは1つは砥石が平らじゃなかった、平らじゃないですね、砥石がこう平らだとしたら、砥石がこういうふうに、平面じゃなかった、くぼんでいったという砥石だと、いくら頑張っても刃先はまっすぐなりません。なので原因の1つは砥石が平らじゃなかったこと。あとは手の動きですね。手の動きが、こういうような研ぎ方をしていると、どうしても刃先というのは丸くなってしまいます。なので、研ぎ物をするときはですね、この短く、距離が長くなれば長くなるほど、どうしてもこの動きというのが大きくなりますので、ストロークを短くして研いでいくということが重要になります。あとですね、よく教科書ではこの砥石に対してこういうふうに研ぎなさいよと、砥石のここの短手に対して平行に研ぎなさいよとって書いてるんですが、これは嘘ですね。こういうふうに研いでる人は実際いません。で、皆さんですね、こういうふうに斜めにして研いでいます。斜めにしてこういうふうに研ぎます。もしくは真横にしたり研いであります。こういうふうに研いじゃうとどうしてもこの安定しないんですよね。でも斜めにすることでかなり安定していきます。で、真横であればもう間違いなくもうここはまっすぐにしか研げないので、そういうふうに斜めにしたり真横にしたりして研いでいきます。で、あと表のところで、この研ぎ始め、まず刃を使っていて、ここが丸くなった状態ですね。この状態から切れるようにするために研ぐわけですが、こういうふうにまっすぐに平らに研げたら、先般の中戸を使ってですね、こういうふうに研いだら、研げたよというサインとして、ここが鋭利になったよっていうサインで、ここにバリが出てきます。こういうふうに触ると、ここにザラザラしたバリが出てくるんですね。これが出てくると、その先が鋭利になったよと、丸を越してですね、先の丸い部分を越して、鋭利になった状態だというサインになります。なのでこの刃返り、まず刃返りという言葉をまず覚えておいていただければと思います。では実際に研ぎの方をやっていきたいと思います。しのぎ面を研ぐというところからいきます。また砥石を平面にします。僕の持ち方はこうやってこういう感じですね。こうやって挟んで、こういう持ち方を、裏と同じですね。裏と同じ持ち方を表に持ち替えてる感じで、こういうふうに当ててここを押してるという、イメージはこうですね。こうですね。こう押さえて、ここを押さえながら、また砥石を平らにします。
今度は横にしてですね、だいたい今刃返りがちょっとつきかけたかなという感じなんですけども、これで一回だいたい真横にしてですね、刃の形をきれいに、より平面よりシャープになるように一回これで調整をして、もう一回僕は斜めにして研いだりします。はい、でもうついてますね。で、あと刃返り、この後ろのザラザラした感じですね。これがついてきたら研ぎ上がったよという感じです。で、この刃返りの量ですね、触っているついている量で、例えばこっち側がいっぱい削れているようでしたらこっち側の方がいっぱいつきますし、後ろの方がですね、今やっぱ僕もどうしてもこっち側の方が刃返りつきやすいんですよね。で、こっち側が刃返り少ないという感じにどうしてもやっぱ癖でそういう風になってしまうので、まあ徐々にですね、またそれを修正しながらやっていきます。で、どうしようもならなくなったら一回もう全部刃を落としてですね、まあ年に1回ぐらいちょっと斜めを修正したりとかもします。はい、今しっかり刃返りがついた状態です。これが旋盤の傷ですね。このザラザラした感じが旋盤の傷です。で、今刃返りもついているので、6000番にこの状態から移動します。はい、で63番をまた平らにします。この仕上げ度に移った時にですね、どうしてもこのドゥ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 ってなりやすい、このガタつきですね、ガタつきが出やすいんですけども、その力を抜いたりゆっくりやったりしながら、どうしても平らと平らでこのガタつきが出やすくなるんですけど、うまく力抜いたりしながらこのガタつきをかわしながらですね、調整しながらやってください。あとずっと同じ方向で砥石を使ってると型べりしてしまうので、入れ替えて使ってください。で、裏押しの時に比べるとですね、砥石長く使えると言いますか、そこまで裏押しは本当一回通ったらもう使わないという感じなんですけども、表を研ぐ場合に関しては、そこまで裏押しに比べるとそこまで平らに修正をかけなくても大丈夫です。こっちの手、右手は本当に支えてるだけで力は入れてないです。どちらかというとこっちの押す指の方ですね。指の方で力をやっていて、右手の方は本当に支えてるだけという感じです。で、こっちの左手はこの平面、このしのぎ面と砥石を密着させるという目的でここを押さえて、それを右手で支えてるという感じです。今もう旋盤の傷が消えたかなという、今旋盤の傷が消えたぐらいですね。さっき真横に研いで旋盤を終えたんですね。で、今度
この斜めの研ぎ方で6000番をやったので、真横の傷がなくなって、この斜めについた傷になっていれば、研ぎ目が変わったよと。1000番が終わって6000番の状態になったよというサインです。で、今研ぎ目が変わったよという感じで、もうちょっと、研いできれいにしていきます。やっぱり使ってるとここだけ今鉛筆の芯が跡が残ってるんですよね。なのでこちらよりちょっと平らじゃないよというのはこの辺使ってたんだなというのが分かりますね。だいたいいいかなという感じなので、今度、葉返りを取ります。葉返りを取る際、手をする前に一回また砥石平らにしてですね。まだちょっとかぶってますね。はい、では葉返りを取ります。葉返りは本当に一瞬ですね。これで葉返り取り終わりました。これだけです。で、葉返り取った時ってここに鉄粉が乗ってるので、流してあげた方がいいですね。で、葉返りを取る作業をしたら、こっちで葉返り取ったんですけど、ここから半分上は裏を取る、裏を研ぐ、ここから下は、この表を研ぐというふうに使い分けます。で、こっち側で葉返りを取って、反対に来た針をもう一回こういうふうに取ってあげますね。で、また今度こっちで裏をちょっときれいにして、でまたこっちで表を研いであげます。でこれを同じ場所で表も研いで葉返りも取ってっていうのを同じ場所でやっちゃうと、そのせっかく平らにした裏をですね、こっち側の斜めでやって狂った方でやっちゃうと、また裏がよくなくなっちゃうので、半分に分けた方がいいですね。で、この砥石も使ったらまた反対に回して、これで終わりたいと思うんですけども、研ぎの終わりは裏で終わります。裏を葉返りを取って、これでおしまいです。表で終わりじゃないです。裏を押して終わりです。6000番で仕上げた状態です。はい。で、裏も研ぎ終わっていて、表も研いで完成したという状態ですね。
で、表とも裏と同じですね。大事なのは、平面であること、平らに溶けているということが大事なポイントになります。で、こういった裏と同じで鏡のように映ったですね、鏡面の部分を光に当てながら、こう映る像に歪みがないかですね、こういう刃先にかけての歪みがないかどうかというのを確認して、うまく研げたかどうか、歪みがないかというのを確認していただければなと思います。僕もまだまだだなと思うんですが、この刃先のこっから先の部分がですね、ちょっと歪みやすいんですよね。やっぱそこの端までパッシッと綺麗にっていうのがやっぱりなかなかうまくいかないなといつも悩んでいるところです。特にこの辺から先ですね。この辺から先の部分、この辺から本当この辺から先の部分でちょっと僕は歪みやすいというか、ちょっとその辺がスパッとなかなかいかないというのがよくありますね。だからそこがまだまだ修行が足りないなというところです。で、刃がついたかどうかっていうのは、こういった紙でこうスッて入るかですね。このザーって奥まで入れる必要ないので、この部分、先端の部分でこの入り込みがちゃんと入ってスッと入るようでしたら、刃がついてるなというふうになります。で、ついこうやって手で触っちゃうんですけど、もうあれなんですよ、 iPhone の指紋認証がことごとく効かなくなるんで、もう手でなるべくやらないですね。こういう紙でやるようにした方がいいと思います。はい。研ぎ方については、以上になります。ちょっとカメラの向け方とか光の映り込みとかちょっと分かりにくかったかなっていうところがあるので、また次のケーススタディとか新品の紙のみを買ってきたらとか、リサイクルのみを買ってきたらというケーススタディ版もやろうと思っているので、その時にまたちょっと取り方工夫して分かりやすい研ぎ方ですね、持ち方も含めてやっていきたいと思います。もしもですね、こういったところをやってほしいですとか何かあればぜひ言っていただければ嬉しいです。はい、以上です。どうもありがとうございました。